果実朝ウォーキングに出た時に、今日は少し遅くなったなと思いながらスマホの時計を見たら6時8分でした。顔を上げた時、ちょうどそこに止めてあった車のナンバーがなんと6の8だったんです。これってただの偶然なのでしょうか。だからといって別にその日いいことも悪いこともこれといって何も起こりはしなかったです。よくラッキーナンバーやマジカルナンバーというその人にとっての特別な数字を誕生日から割り出して提示されることがあります。数字には意味があるそうです。この考え方は自分の人生に生活に取り入れてもいいものでしょうか。あまりに信じるとその数字に縛られすぎる気もしてきました。西郷翔は数字に対してどうお思いでしょうか。考えをお聞かせください。何か63歳にもなって幼稚な質問でお恥ずかしいですが、ずっと気になっておりましたもので、この機会に質問させていただきました。よろしくお願いします。とても可愛らしい質問ですね。決して馬鹿にしているわけじゃありません。私の先輩にもですね、42歳になった時に厄年をすごい気になさって、そしてすごいんですよ。42歳になられた時にもうずっと昔の話ですよ。ね、私の先輩が42になった時に、ちょうどですね、私の先輩なんですけど、あることを学びに私のところに来られてたんですよ。泊まり込みで。それで、ずっと数日いろんなことをお伝えして帰っていって、また仕事の、有給取ってですね、数日また学びに来られてっていうことを繰り返して、そんな頃はお弟子さん制度みたいなの取ってなかったんですけど、やってたんですけど、面白いんですよ、その方が。とってもね、繊細な方で。で、42歳になったんですって話だったんですよね。それで、42歳になったんです。それで、何かやってる最中にですね、パッと時計を見て、よろしいでしょうかって言うから、どうぞどうぞって先輩なのでね、一応、どうぞどうぞ、何でしょうか質問かなと。今、4時2分ですって言うんですよ。ね。で、また何か、一緒にね、ご飯食べに行ったりして、ちょっとよろしいでしょうかって言うんですよ。で、先輩なので、いいですいいですよ、何ですかって言って。前の車、4の2ですとか。ずーっと4、2、4、2を見てるんですよ。そう、これ何が起きてるかって言ったら、私たちの脳にはですね、毛様体不活系というものがあって、私たちが意識したものを、大事だって脳が認識したものを集めてくるという、そういう習性があるんです。だから私たちね、子供なんかでもそうですけど、何か買ってほしい靴があったり、何か買ってほしい時計があったり、何か買ってほしいゲームがあったり、なんかあったりするんですよ。そうすると子供ってね、これ欲しいって言うんですよね。なんで欲しいのって言ったら、欲しいからって言って。本当に欲しいのって言うと、本当に欲しい。誰かが持ってたんじゃないのって言うと、みんな持ってるもんって言うんですよ。みんな持ってるわけないんですよ。だけど、何か欲しいと思うと、みんな持ってるように見えるんです。何かこの車が欲しいなと思うと、みんな乗ってるように見えるんですよ。街中行くとね、自分が欲しい車をみんな乗ってるように見えるんですよ。それ何かというと、自分がこれが大事だとか、これが欲しいとか、こうって思って何か意識したものを脳が勝手に集めてくるという習性があるんです。だから、数字に意味があるんじゃないんですよね。数字に意味があるように自分が思えるんです。つまり自分にとって意味があるんですよ。だけど実際は単なる偶然です。もともと6の8というのはいくらでも世の中にあります。ね。これで美子さんが今60代って言いますけど、68歳だったらもう完璧に一致しちゃうわけですよ。68歳でスマートフォンの時計が6時8分で、そしてなんと見た車が6の8だった。これがもう全部一致してしまいます。気をつけてください。こういう方は非常に騙されやすいです。なんか変な教祖さんとかに会ってね、68ですよみたいなね。私も68の入った壺でも売ろうかなと思います。大いに利用されてしまいます。何が起きているかと、私たちの脳の持っている習性です。私たち何か一つのことを意識すると、それをですね、一生懸命集めようとしちゃうんです。逆にこれを利用してやらなければなりません。ね。
何か私たちニュースでですね、悪いニュースばっかり流れますよね。ニュースというのは私たちの興味性を引くために、どこどこで殺人事件がありました、どこどこでこういうことがありました、どこどこで戦争がありましたとみんな見るわけですよ。ね、テレビでもそうです。視聴率が取れるんですよ。芸能人の不倫とかね。すごい視聴率が取れるんですよ。だから、そういうの流します。でも、そうするとね、みんなそういうことばっかり、ネガティブなことばっかり集めてきます。大事なことは何かというと、私たちにとって本当に大事な情報を集めなきゃいけないし、私たちにとって本当に集めるべきことを集めた方がいいんです。ね。ぜひ、こういう脳の習性があるということを知ってね、例えば自分が思いやりのある人になりたいなと思ったら、思いやりのある人、そういうイメージを自分が頭の中にキーワードを持っておくと、思いやりのある人にいっぱい出会いますよ。いや、こんなとこにもおられたと。こんなとこにもおられたと。こんなとこにもおられた。世の中に思いやりのある人がいっぱい増えるんですよ。ね。で、そのようにして自分の身の回りの世界が変わっていきます。ぜひ、6時8分っていうものを何かしら、ね、体育道場で学んだ慈悲心と知恵、そして仏性、そういうキーワードをですね、どこかに頭の中に置いて生活なさってみてください。きっとね、余生は楽しいものになると思います。